どうも、日本語で喋りましょうの岡田と、木村です。このポッドキャストではナチュラルな日本語でいろんなテーマについて話しています。すべてのエピソードの振り仮名と英語訳、重要単語リスト付きのスクリプトをパトレオンで公開もしています。お刺身のように新鮮で生の日本語を学びたい人はぜひ最後まで聞いていってください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。今日は日本のマナーについて話したいと思います。ほい。で、結構外国人のインフルエンサーが、日本でこれをやっていきませんって YouTube とか Instagram で言ってると思うんだけど、それがね、本当かどうか今日は木村と一緒にチェックしていきたいと思います。なるほど。はい。で、まず一つ目は、公共の場で大声を出してはいけない。これは結構当たり前だけどダメだよね。これはちょっとね、普うん、通に、隣の人との会話でも、うん。あんまり大きい声はちょっと出さないかな、みたいな。出すのはそうだよね。ちょっとうん。うん、確かに確かに。例えば、ね、カフェとかでさ、話したりするときも、もちろん話すのはいいんだけど、話すうん。音量は、例えば外で話すときよりはちょっと小さめの声で話したりね。そう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 。うんうん。で、結構よく見るのが、やっぱり電車とかバスで話すのは、もうその中でも一番気をつけなきゃいけないことだよね。お店とかで話す音量よりも、うん。もうちょっと小さめだよね。ほんと話すなら。うんうん。そうだよね。結構さ、電車の中でさ、絶対話してはいけませんって言ってる人もいると思うんだけど、それは別にちょっとは話していいんじゃないって俺は思うんだけど、どう思話してはいいと思うんだよね。う？うんううん。ん。そうだよね。うん、もちろん満員電車とかでさ、話してたらさ、いやうるさいよってなるけど、結構時そうそうそう。間帯によってはね、空いてるから、その時は普通にね、大声はもちろんダメだけど、普通の音量で話すのは、そんなに気にする人はいないんじゃないかなと思うよね。そうね。うん。うんうん。でも一個気をつけたいのは、やっぱり観光客の人とかが電車で話してるとき、日本語じゃない言語で話すときは、声が小さくても、やっぱり目立つから、うるさく感じる可能性はあるよね。ああ、そうね、そうね。うんうんね、なんうん。か日本語だったらあんま気にならなかったけど、他の言語だと、自分にとってうんノイズに感じる、そのうんうん意味がわからないから。うんうん。だから、そういうふうに思われちゃってもおかしくないかもしれない。うんうん。そうだよね。そこはちょっと、特に音量が小さくても、そう感じる人がいるってのは一応知っておいた方がいいかもね。うん、そうね。うん。あと結構さ、アメリカとかの電車では、電話しながらさ、乗ったりしてる人とかいるけど、それは日本では結構タブーだよね。そう、なぜか、会話は、その、隣の人で話したりとかするのは、うん。なんか、うるさくなければ OK だけど、電話うん。はダメだね。ね、結構小声で話したりしてもさ、ダメですよって注意したりする人いるよね。どんなに声を小さくしようしてもダうん。メに思われると思う。だから電話はちょっと気をつけた方がいいね。そうね。じゃあ次、二つ目です。二つ目は、食事中に音を立ててはいけない。これについてうーはどう思う？音立ててん。いいと思難しいな、これ。食べるものにもよるんだと思うし、う？確かに。よく言われるのは、なんか口を開けてうん。食べるのは良くない。なんかこう、くちゃくちゃ確かに。くちゃくちゃっていう。うん。うんうん、そうだよね。口を開けたままさ、食べてくちゃくちゃ言ってる人のことをくちゃらーって言ったりするよね。くちゃら、くちゃらっていうの？ うん。これ俺知そう。らなかったけど、そうなの？あ、本当に？そうそう、くちゃらーってうん。言ってさ、俺のね、兄貴がちょっとくちゃらーで、家族で食べてる時も俺すごい気になるのよ。くちゃくちゃ言ってて。うん。ああ、あ、なるほど。そのやっぱりさっきと似てるんだけど、実際にそのくちゃくちゃしてる音が大きいか小さいかは関係なくて、その音自体がちょっと不快なんだと思
そういうことか。うん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 。うん。そうね。でも結構これはさ、他の国でもやっぱりくちゃくちゃね、音出して食べるのは良くない気がするけどね。それはなんか共通認識である感じする。うん。ただ、だよね。でもさ、日本では麺類はなんか例外な感じが確かに。する。こううん。麺をすするうんうんうん。音っていうのは、OK。確かに。ラーメン、そうめん、そば、うどんはすする音出して OK だね。そう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 。むしろうんうん。食べた方が美味しいと思う。確かにそれわかる。なんか特にね、そばとかさ、すすって空気も一緒に食べて香りがより立つっていうかさ、そういう感じしない？するするする。うん。うん。だからね、ぜひね、音に気をつけて、あ、音出しちゃいけないんだと思ってる人は、そばは音出した方が絶対美味しいから、そこはちょっとぜひ試してほしいよね。うん。そうね。で、次なんだけど、食べ歩きはいけませんっていう人が YouTuber でういたんだけん。ど、これについては、俺結構場合によるんじゃないかなと思うんだけど、どこの場合によると思うわ。う？うん。で、結構やっぱり混んでる場所とか、例えばさ、スクランブル交差点みたいに混んでるところとかさ、なんかすごい人混みではさ、やっぱりね、周りに人いるから人にぶつかったりするかもしれないし、シンプルに絶対食べにくいからやめた方がいいよね、それは。そうね。そうね。あとは、なんかもう食べ歩きで有名なエリアとかってあるでしょ？うんうん。あるね。そういうところでは、むしろ、なんか食べ歩きしながらお店を、他のそのお寺とかを見れるっていう、なんか一石二鳥みたいなところもあるし、うんうんうん。ね、それが醍醐味だからさ、そこは 確かに。OK だと思う。うん。そうね。うん。まさに本当に木村が言ったように、もう食べ歩きのための通りみたいなところあるから、そこは基本的に OK だけど、やっぱり例えばさ、スープみたいに汁とかだったらさ、絶対それうん。歩きながらさ、飲んだりするの難しいかそう、ら、そうまあそうそう。それは無理だと思うけど、普通のせんべいとかね、だったら結構歩きながら食べてる人多いよね。そう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 ね。だからお店もお店で食べ歩きする人向けに、うん。工夫されたというか、うんうんうん。例えば、串についてるから、こう、手で持ちながらね、うん。歩けたりとかもできるとか、っていううん。風になってるし、うん。うんうん。確かに確かに。で、結構大きいもので食べづらかったりするものは、なんか屋台の前とか店の前で食べてくださいってもう注意書きがあったりするからさ、それ見てれば間違いないよね。あ、そうね。それはある。住んでる人が、周りに住んでる人からの苦情とかもあったりとかするから、そうそうもう、そそこで買ってそこで食べるっていう、う。うん。お店も多いと思ね、結構あるよね。で、それでう。う言うん。とさ、やっぱりそのまま食べ歩きするとさ、ゴミを持ち歩かなきゃいけないからさ、ゴミもその店の前で捨ててくださいっていうところもあるし、やっぱり食べ歩きは OK だけど、日本ってやっぱりゴミ箱少ないから、そのゴミをね、やっうん。ぱりポイ捨てしちゃうっていうのは絶対ダメだよね。あ、それは絶対やっちゃいけないね。結構ね、やっぱりポイ捨てする日本人、時々いるんだけど、その外国人、日本人関係なく、基本的には絶対それやっちゃいけないから気をつけてほしいね。で、次なんだけど、次はね、プライベートな質問をすること。木村はプライベートな質問、急にされたらちょっと嫌だなと思もうちょっと簡単な質問からう。うん。始めてほしいなとは思うかもしれない。なるほど、なるほど。じゃあ、例えばさ、年齢について聞かれるのは全然大丈夫？あ、年齢は、なんかプライベートな質問だけど、日本うん。人が結構一番最初に聞かないといけない質問かもしれないと思うんだけど、どう？うん。そうね、やっぱりこの人は先輩なのか後輩なのか同じ年齢なのかで話し方が変わるから結構そうそ最初うそうそう。にはっきりしておきたいところではあるね。そうそう。それでさ、もう、大体年齢が近かったりとか、だうん。とね、お互い、共通の話題とかがこうすぐ見つかったりするかもしれないし。そうね、そうね。うん、だうん。から、俺的には、年齢は OK だけど、うん。例えばね、付き合ってるか付き合ってないかとかさ、うんうん。
どこで仕事してて、どれぐらい稼いでてとか、みたいな話とかは、ちょっといきなりするべき質問でもないなと。確かに確かに。年齢は OK だけど、例えば彼女、彼氏いるかとか、結婚してるかとか、収入とかは結構デリケートかもね。うんうんうん。そうね。で、年齢で思ったのは、もちろん俺ら男だから気にしないけど、女の人はもしかしたら気にする人いるかもね。ああ、それはね、うん。難しい、ちょっとそこは。うん。多分明らかに、例えば大学生とか高校生の女の人だったら、全然気にしないかもしれないけど、社会人の女の人はもしかしたらちょっと気にする人は気にするかもね。うん。だからどういう状況で自分がその人と会ったかをちょっと考えて、うん。うん。どうで、ど質っちだろうって問するか。分かんないときは聞かない方がいいね。まあ、うん。何かしらでね、分かる術はきっとあるから。そうそうそう。そうね、年齢をダイレクトに聞かなくても、なんか学生時代どんな音楽聴いてましたとか、どんなドラマ見てましたで、うん。なんとなくわかるからね。なんとなく分かる。確かに。うん、そうね。そうそう。だからそれを知るためにも、ちょっと古いね、アニメとかドラマを見とくってのもありかもしれないね。いいかもしれないね。確かに。うん、そうね。うんうん。で、次に気をつけた方がいいのは、アイコンタクト。アイコンタクトはしない方がいいって言われてたんだけど、目を合わせることが失礼っていうわけではないよね。会った人と話すときに目と目を合わすってことでそうそうそう。だよね。それが失礼ですって、そのインフルエンサーは言ってたんだけど、あ、それ失本当？礼に感じる？いやー、そんなことはないけど、なんかその人の性格なんじゃないかなと思う。その目と目をうん。合わせて話せる人とうんうん。話せない人っているし、うんうん。確かに。うん。うん。だから、失礼とは思わないけど、結構、日本人はそれに慣れてない人すごい多いかもね。ああ、そういうことか。そうそう、話すときにこの目を見続ける。もちろんアイコンタクトは時折するんだけど、ずーっと会話の時目を見るってのは、ちょっと苦手な人多いんじゃないかなと思うん、うん、なるほどね。うん、そうう。ね。ああ、そうね。けど、俺、個人的には別にアイコンタクト気にならないけど、昔はさ、俺、学生の時、すごい人見知りだったから、うん、その感覚の人が結構いるのかなとは思うん、うん、うん。なんだっけ、一個覚えてるのは、う。うん、大学4年生の時に、なんか就うん、活してて、うん、で、面接じゃないや。あれは説明会行った時に、うん、なんか、もうずっとその喋ってる人のこと見てたの。うん、そしたら後日連絡が来て、うん。なんだ、強い気持ちを感じた目から、おう。だからちょっと、だから話したいとか言われて、あ、なるほどね。じゃあそううん。いうビジネスの世界とかだったら、いい意味になることもあるのか。そうなんじゃないかな。なんかその自分が、その人の話を聞いてるぞっていうのが、うん。やっぱ目を見てることで伝わってくるんだと思うんだよね。確かに。確かに確かに。目を見るのもそうだし、今その話聞いてて思ったのは、相槌も結構大事じゃない？うん。そうね。うん。結構俺思うのは、外国人の日本人じゃない人と話してて思うのは、なんか話俺してるんだけど、なんか相うん。槌がない。で、俺の話ああ、聞いてんのかなって時々思うことがあるから、やっぱりね、俺らがいつも話してる時みたいに、うんうんとか相槌を入れると、日本人は会話しやすいと思うよね。そうね。別に今までのビデオとかで見てて気にしなかったけど、多分結構首振ってると思うんだよ。お互いこう、そうね。そうだねとか言って、こう、そうね。ああ。だからそこを確かに。気をつけると、日本人も多分会話しやすいなって思ってくれるよね。うん。それはあるわ。うん。だから相手に合わせたアイコンタクトと相槌だね。これ大事だね。うん。ぜひはい。やってみてください。ぜひそう、チャレンジしてみてください。やってみてください。はい。ということで、今日は日本のマナーについて話してみました。皆さんの国ではどんなマナーがありますか？ぜひコメント欄で教えてください。それから今日の話を聞いて少しでも面白いと思ったら、ポッドキャストのフォロー、YouTube の高評価とチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。それじゃあ最後まで日本語で喋りましょう。聞いてくれてありがとうございます。
今日話した内容の振り仮名と英語訳、重要単語リストを作るスクリプトを読みたい人はリンクに載っている Patreon のサイトをぜひチェックしてみてください。そこで話してほしいテーマもリクエストできるので、どしどしメッセージ送ってください。それでは皆さん、さようなら。さようなら。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。